皆さん、こんにちは。花岡先生です。私は日本語の先生です。私はテストが得意ですから、このビデオで JLPT のテストの日までどうやって勉強するか話します。もちろん、毎日の授業を聞いてちゃんと勉強しなければなりません。でも、テストのための特別な勉強も必要です。その特別な勉強は、テストの問題の例を見ることです。問題の形は毎年大体同じです。ですから、問題の例を見て、どんな問題が出るか知ってください。日本語能力試験公式問題集とインターネットで調べたら、問題の例を無料0円で見ることができます。このビデオの説明のところにウェブサイトのリンクを書きますね。では、これから問題を勉強するときの注意を3つ話します。ぜひ、今から言う通りに勉強してください。まず、1、時間を計ります。テストの練習で勉強するときは、時間を計って問題をしてください。問題に30分とか60分と時間が書いてあるときは、その時間でやってください。もし時間が書いていないときは、1問1分ぐらいでしましょう。問題をしてわからなくても答えを見てはいけません。あと少し終わりません。あと5分考えます。もうダメです。問題をする時間を決めて、その時間の間、頑張って考えます。テストの時、どのぐらい時間がありますか？それを分かってください。そして2、答えはノートに書きます。問題の紙に書かないで、ノートに答えを書いてください。この問題に、このように答えを書くのではありません。このように書くのではありません。これはダメです。別のノートに、例えば、1の問題は2です。問題2は3です。問題3は3です。のように別のノートに書いてください。もし、このように答えを問題に書いたら、この問題は1回しかできません。1回しかできません。でも皆さん1回で全部覚えられますか？1回だとちょっと難しいですね。もし書かなかったら2回、3回、5回できますね。同じ問題を何回もします。そして全部覚えます。これは一番いい勉強です。そして3、よく確認します。問題をする時間が終わったら答えを確認しましょう。問題をする時間は短いですが、答えの確認は時間をたくさん使っていいです。分かった問題も間違えた問題も必ず確認しましょう。例えばさっきの問題2、3、3って答えました。2は、これは違います。3、これはいいです。3、これはダメです。このダメです、いいですは練習の時、あまり気にしないでください。間違った問題、何を間違えましたか？どうしてダメですか？確認します。それが大事です。この問題1は1番が答えです。ノートに間違った言葉を書きましょ
例えば、姉。この字は、姉です。姉の意味は、お姉さんですね。お姉さん。じゃあ、間違えました。私がさっき2で間違えましたが、兄は、漢字調べてください。こうですね。兄。これは、お兄さんです。このように間違えて何が違いますか？チェックしますね。他の3と4、妹、弟も漢字、意味大丈夫ですか？今はパソコンで書きましたが、このようにノートに皆さん意味を確認して書きましょう。このように。一つの問題でたくさん勉強できます。問題2は3合ってます。でも、案内、準備、間違っていた言葉、意味がわかりますか？絶対わかります。これは大丈夫です。というものは書かなくてもいいですが、もし、予定何でしたか？案内何でしたか？ちょっと忘れました。というときは、合っていた問題でももう一度書きましょう。予定。漢字だと、こうですね。予定。このように使えますと書いてもいいですね。問題3、文法の時も同じです。くださいがありますから、この時は、してください。定型プラスくださいがセットでしたね。このように自分でわかるようにメモします。くださいと一緒に使うもの。他に、したくださいはないですね。するくださいもないですね。しないくださいは言いませんが、プラス、で、くださいはありますね。しないでくださいだったら大丈夫です。タバコを吸わないでください。これならないでください。このように使うときはありますね。このように自分が間違えたところ、わからなかったところを書いたノートはテストの日に持って行って、私こんなに勉強しましたね。これも勉強しました。と見て使ってもいいです。では、このビデオで話したことをまとめます。テスト問題を勉強するとき、まず1、時間を計りましょう。この時、途中で答えを見てはいけません。そして2、答えはノートに書いてください。紙に書くと1回しかできません。ノートに書いて同じ問題を何回もしましょう。そして3、よく確認しましょう。わからない言葉、間違えた言葉をたくさん調べましょう。そしてノートに書きましょう。このように皆さんがたくさん勉強して準備しました。テストの受け方にもポイントがあります。テストの日、どうやったらいいですか？それはまた別のビデオで話しますから、それを見てください。では皆さん、勉強を頑張ってくださいね。